皆さん、こんにちは。綾乃です。今日は日本語の動詞の活用についてお話ししたいと思います。日本語の動詞は、例えば、書かない、書きます、書く、書けば、書けのように語の形が変化して文の中の役割を表しています。これは活用と言います。この活用は日本語母語話者であれば自然と身についているものなんですが、日本語を外国語として学習する場合、この活用というのをゼロから覚える必要があります。今回はこの活用を日本語教育ではどのように扱っていくのかお話ししたいと思います。まず、活用形の呼び方から見ていきましょう。皆さん、活用形、国文法ではどのように呼んでいたか覚えていますか？国文法というのは私たちが小学校とか中学校で習った国語の文法のことです。皆さん、国語の授業をちょっと思い出してみてください。国語の授業の中では、紙一段活用とか五段活用という言葉が出てきましたね。このように国語の授業では動詞の活用の仕方によって分類がありました。まず、この活用のそれぞれの形に名前がありましたね。例えば、書きます、書けば、書くとか書け、それぞれに名前がありました。皆さん覚えていますか？国文法では、書かないとか書こうを、これを未然形と呼んでいました。そして、書きます。これは連用形。そして書く。これは終止形。書けばは仮定形。書けは命令形と呼んでいました。ですが、日本語を外国語として学ぶときの文法、つまり日本語教育文法では違う呼び方を使います。日本語教育文法ではこのように呼びます。書かないは内形、書きますはます形、書くは辞書形、書けるは可能形、書こうは移行形と呼びます。このように分かりやすい呼び方を使います。また、国文法では内形は未然形プラスないとして2語として捉えるんですが、日本語教育文法では書かないをこれを1語として内形と捉えます。それと同じように書いては手形、書いたは他形と呼びます。そして次は動詞の活用による分類について見ていきましょう。皆さん、国文法では5段活用動詞とか紙一段活用動詞など合計5つの分類の形がありました。ですが、日本語教育文法ではもっとシンプルにそれを3つに分けて考えます。その3つの分類はグループ1、グループ2、グループ3と呼びます。まず、グループ1です。国文法では5段活用動詞と呼ばれていた分類です。未然、連用、終止、連帯、未然の順で、あ、い、う、え、おの母音で変化する動詞です。例えば、書くはこのグループ1の動詞ですね。書かない、書きます、書く、書ける、書こうですね。このように、あ、い、う、え、おで変化していますね。そしてグループ2です。国文法では上一段動詞、下一段動詞と呼ばれていました。例えば、見るですね。見るは見ない、見ます、見る、見られる、見ようのように変化しますね。このグループ2の動詞は辞書形の時に必ず語尾がるになります。はい。そしてグループ3ですね。グループ3は来るとするのこの2つだけです。これは来るとするだけと覚えてしまいましょう。
国文法では、家業変革活用と作業変革活用と呼ばれていました。ほとんどの動詞はグループ1か2です。なので、グループ3は来るとするだけで例外的に覚えてしまいましょう。また、グループ3は例外2つをまとめているだけで、この来るとするの活用規則が同じというわけではないので注意が必要です。例えば、グループ3のするですね。これはしない、します、する、できる、しようと活用します。それに対して、来るは来ない、来ます、来る、来られる、来よう。このようにすごく例外的に活用します。では、取るはグループ何の動詞でしょうか？取るは内形にしたときに取らないになりますよね。これ、あないになっているのでグループ1の動詞です。内形にしたときにあないになるのがグループ1です。例えば、取る、取らない、帰る、帰らないですね。グループ2は内形にすると、いないか得ないになります。例えば、見るは見ないになりますね。そして、食べるは食べないになります。なので、見ると食べるはグループ2ということがすぐにわかります。このように内形を作ってみると、グループ1かグループ2かすぐにわかります。同様に他の活用形を使って見分ける方法もあります。ただ、この今の覚え方は動詞の活用がわかる前提の話です。学習者が初めて取るという単語を見たときにどうやって活用するのか全くわかりません。その時にはこの方法を使います。まず、る以外はグループ1ですね。そして、ある、うる、おるもグループ1になります。そして、いると得るはグループ1と2どちらにも存在します。これは一つずつ覚える必要があります。はい。では、今日は動詞の活用についてお話ししました。日本語教育では動詞の活用を扱うときに活用とか分類の名前が違います。活用の分類、これはグループ1、2、3の3つに分けられます。また、動詞の活用形を扱うときは辞書形や内形のようにもっとわかりやすい名前が使われます。そして、日本語母語話者は動詞の活用から何のグループなのかを見分けることができます。例えば、日本語母語話者は内形にするとグループが何なのかすぐにわかります。あないになるのはグループ1ですね。そして、いないと得ないになるのはグループ2です。ですが、学習者は同じようにはいきませんので、語尾の音などから判別する必要があります。教師は学習者のこの視点を忘れてはいけません。いると得るはグループ1もグループ2もありますので注意が必要です。では、この動画が役に立った、面白かったと思った人は、いいね、コメント、シェア、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。では、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。